年飛躍運勢ランキング。いらないや。大人の色気がアップする年なんですよ。これ以上アップするのかよ。ファンの人に言われるんですよ。ちょっとオタク気質なのでね、多分アニメとか好きだと思うんですよ。それ調べてないですか？平凡なのやって。平凡な。でも一番ねアイドルっぽいったらアイドルっぽいです。そうなんよ。面白くなりたいみたいで。面白さは全然入ってなかったけど。もうどっちかってことでしょ。でもどっちかは1位だから。そう、どっちかめちゃめちゃいいから。ということで同率いきたいと思うんですけども、はいどっちからいきますか。でもまず1位。もう1位じゃない？ 1位出したいもん。いくよ。無理無理無理。どっちだ？ここ見れないですね。OK です。はい、行きましょう。いきます。一気に行こうよ。いくよ。いくよ。せーの。1位田中翔。ってことは6位が誰や？まだ分からん。分かってんだ。翔太郎さんは来年ねクリエイティブ能力が開花していく年ですね。だからちょっとね曲作りとかチャレンジすると翔太郎さんが書いた曲は売れます。マジですか。ちょっとやってみてください。何よりも翔太郎やった方がいいよ。やった方がいいよ。やりますわ。でねすごい仕事が楽しいっていう感じで、活躍できるから、忙しいかつ楽しく1年を過ごせるっていう年になりますね。個人の仕事もね増えるんじゃないですかね。嬉しい。クリエイティブ関係とかやってるんですか？絵描いたりとか。いやなんか僕特にやってなくて、なんか最近その曲作りというか、なんかちょっとやってみたいなとは思ってて、やります。もう迷うことない。売れるんだから。作ったら売れるんじゃない？ワンマンのアンコールの時も自分で歌詞書いたりもした時で、その時もめちゃめちゃいいアイデア出してて。そうもともとはライティングの方が得意なんですよ。ライティング能力はもともと持っているから歌詞書いたりとかキャッチコピーとかねそういうのをねちょっと頑張るとすぐ伸びるんだけど、来年はさらにその曲を書くっていうのもね能力として伸びるから両方やってみるといいですね。曲作るか。一番なんか芸能界で向いてますよね。めっちゃいいよ。さすが翔太郎や。もともとなんかこういうね小悪魔キャラだし、多分みんなものお姫様ポジションだと思うんですよね。みんなに可愛がってもらえる。そうですね。手相はまだいまいちかなって感じ。いまいちですね。ちょっとやっぱ変わってるので、その個性をねどうやって出していくかっていうのがまだ見えてないのかなっていう。例えばこの翔太郎さんの場合は感情線が綺麗に2本なんですよね。こういう人はすごい感情がコロコロ変わったりとか気持ちとかね、安定しなかったりとか、あと何も考えずに行動しちゃったりとか。考えたいですね。そうだから周りからするとどう扱っていいのかまだ見えてない感じはしますね。でまだこういうねちょっと傷がいっぱいあるからちょっとねこう傷つきやすい面があったりとか。そういうのもある。そう傷を負う。ついてるんだ。そういった意味では太一さんが一番傷がすごいんですけどね。あといっぱい言われるぜ。多分ね言われるね。まあ楽しみにしておこうか。そう。他にも多分おしゃれしたりとかするの好きだと思うんですよね。そこも才能としてありますね。例えば将来的には自分のファッションブランドを持つとかね。いけると思います。すごい。あとはまだね19歳ですかね。将来ね酒豪になるのでねちょっと気をつけてください。まさかの翔太郎。
集合意外すぎる。強い。まさか酔ったら一番怖いタイプ。まあお酒大好きになるだろうなって感じ。ややで飲み会とかで一番最初に「もう潰れたの?」とか言い出してこうしんくん早っとか。早だよ。まあお酒と縁のある人ですね。ありがとうございます。素晴らしい。いいな。太一さんは、まあ、全体運としては別に悪くないんですけど、仕事運がちょっとダウンしてるんですよね。そうだから思うように評価が得られなかったりとか、ただ体を鍛えるといいってなってるから。筋トレや。言ったやん。昨日言ってた。太一くん筋トレしようや。で鍛えてるのはかっこいいと思うんやけどなって言って流されたの。そしたらねファンも増えたりとか評価が。ファンも増える。筋肉で。筋肉で増える。筋トレや。筋肉系や。DXT のマッスル担当。筋肉好きが集まるのかと言っちゃちなみに手相はね一番なんか複雑でしたね。う。いいやまあ複雑ですよね。若さがない手相ですよね。なんか経験値がね。経験積んでんだ。こういう方はちょっとね神経質なところがありますね。ここの知能線と生命線ががっつり分かれてるんですよ。神経質がゆえにこう人と一緒にいるのが苦手だったりとか合わせるのが苦手になりますね。だからお休みモードなんか。そこに繋がらないよ。そういうこと。お休みモード引きずりすぎだよ。まあマイペースはマイペースです。こういうね横の線がいっぱい入ってくるとその分苦労したりとか問題を乗り越えたりとか、そういうことが多い人生になりますね。うわー問題が多いのか。これからも苦労が。これからも苦労の多い人って感じ。できれば楽していきたかったね。楽しみながら行く。真逆やん。真逆やん。でね、太一さんだけちょっと星がねちょっと皆さんと違うんですよ。星が他の方はすごい現実主義でこうまあ自分のをね中心とこうしてね行動できたりとかするんだけど、太一さんってねサポート役なんですよね。だからみんなを一生懸命ケアしなきゃいけないからこういう風になるのかもしれない。リーダーだからってこと。自分自身が自分にあんまスポットライト当てないってこと。そうリーダーはリーダーなんだけど本当のリーダータイプではなくて、どっちかっていうと参謀タイプっていうんですかね。だから後ろからこうそう戦略を練ったりとか、本当のリーダータイプって誰ですか？一応ね光心さんがちょっとリーダーかな。まあイメージあるよね。なんか場の雰囲気を良くしたりとかってポワンとしてるんだけどなんか人が集まってくるっていうのは光心さんで。太一さんはすごい考えていろいろ企画して一生懸命こうね何をしたらいいかっていうのをプロデューサータイプはプロデューサータイプなんですよ。プロデューサータイプ。谷口 P。谷口 P。だから一番頭のいい人でありますよこの中で。2324。23。掛け算。いやできます。掛け算できないんです。やばいですね。やばいですね。迫力じゃなくて地頭がいいタイプ。あ、そう。地頭が生きていけてるから。聞きたい。うわー、まあ一旦来年はこれしとけみたいなことってある。筋トレか。筋トレとなんかありますかね。そうですね筋トレ。でもファンの人はね筋トレしたら本当につくから。筋トレが全てか。筋トレが全て。筋トレが逆にやっぱ筋肉ってそんだけ魅力あるんだよね。でも見た目も筋肉似合いそうですけどね。本当ですか。うわ。ちなみにどこのところをより鍛えたい。それはパーソナルですよ。それはね。細マッチョ系ですねこれ。じゃあなんか程よくというか。確かに。あとメガネも似合うタイプですね。保守的にねちょっと知的な感じも合いますよ。知的。掛け算できるのに。知的な。実は賢いんですよね。実は。ありがとうございます。すごい。すごい。すごい。
そう来年は結構面白いですよ。さっきちょっと話したけど変化をしていく方がすごく多いんですよ。だからグループ全体でかなりのイメチェンがあったりとか、こう今までやったことないチャレンジが多くなる年ですね。本当に変革と変化の年っていう感じ。でね、本当に運気が上がるのが2026年なんですよ。そっからグッて上がってくるから。来年結構重要ですよね。蓄える年だ。なんか準備期間頑張るぞマジで。俺らを固めていく時間や。で今鳥肌取ったわ。来るんだ。だから翔太も曲作ってね。曲作ったらそれが2026年にといて2026年にボーン。結成日で見たんですけど、すごくねこう大木みたいなイメージなんですよ。まっすぐ上に伸びていくようなすごい成長していくグループではあります。で素直にこう上に伸びていくからだんだん良くなっていくというかね、成長していけるグループなのと、あとねちょっとチャラい感じの方が本当は合う。俺らちょっとみんなチャラくなるか。なるもねセクシーになるし、大地君筋肉つけるし。筋肉つけるし。そうちょっと危ない男感がある方が合うかなって感じ。あれれ後でちょっと相談しようか。ミーティングを急遽。チャラい方で行きたいです。早いろいろね。早いな。いやそうなんですね。なんか山とか壁になりそうなあ確かに気になる。ありますか。グループとして行き詰まるような。なんかね生かし方は結構難しいなとは思いました。なんか手を見ても皆さんバラバラだし、結構ね男性グループって似たような手相だったりとか、みんなに合わせるタイプの方が集まることが多いんですよグループって。で皆さん結構個性的で合わせない人の方が多いから、これをどうまとめるかとかね生かしていくかっていうのは結構難しいんだろうなって感じ。そりゃ苦労やな太一。そうよ。そりゃ線も増えるよ。そりゃ線も増えるよ。線も増えるよね。じゃああと一つグループのそのなんか役割分担的な。確かに。なんかさっきのなんて言うんだろう。本当はリーダー気質みたいなの、そういうのも聞本当はきたい。まるまる。そう本当はなんかこういう役割なんじゃない。向いてるよね。確かに。そうそうそう。なるさんは、本当に改革者なので、なんか何かをアレンジしたりとか新しいことにチャレンジしたりとか、面白いことはないかって探したりとかで、人がやらないことをどんどんやっていくことだから、例えば何かのチャレンジ系結構向いてるし、バラエティ向きかなって感じですね。バラエティ向きだって。いいね。そうマジか。なんかだからね、このチャンネルでチャレンジしてみたっていうのを、普通のじゃなくて他の人があまりやらないこととかね、なんかバンジーやるとか、なんか確かに良さそうじゃない。チャレンジバンジー。チャレンジバンジーね。そうヒッチハイクでなんかね日本一周してみたとか、そういうなんか個人 YouTube 始めなるのチャレンジ企画始める。そうすると面白いと思いますね。改革者。で翔太郎さんはもう甘えん坊キャラでいいと思いますよ。そうなん。自由奔放になんかみんなに甘えて、だから猫ちゃんですよね。みんなに可愛がってもらってっていうのがよしよしね。ありがとうございます。でケンさん意外とね、なんか天然さがもっと出ると面白いし。ですか。実はそこがあると。実はそうなんよ。自分でも気づいてないとこがまだ。もう信じてきちゃってるよ。なんかもう最初前よりも信じないとか。先生と同じ目してたもんね。そうなんよ。そうなんよな。ありがとうございます。でコンシンさんはね、おしゃべり。おしゃべり。おしゃべりの仕事。おしゃべりの仕事やりたいですね、来年。声いい。昔から言ってたもんね。なんか確かに。更新の声がうまく活かせる年になったらね。であゆたさんは優しいのでね、ボランティア活動とか。急に変わったね。ボランティア路線が考えになかった。ね、確かに。地元に帰ってなんかそういうのしたら、なんかした方がいい。そうそうそう。絶対みんな喜ぶしね。そうね。
ボランティアします。人と構成してね、喜んでもらって。で僕もっと頑張る。そうで、一番褒めて伸びるタイプなのでね、みんなに褒めてもらったらいい。褒めてね。褒めまくる。褒めまくる。褒めて。いいか。いいですね。いっぱい褒めてください。太一さんはね、さっき言ったみたいにプロデューサータイプですね。戦略を練ったりとか。お願いします。これからの DX ティーンをお願いします。ついてこい。プロデューサーと筋トレ。そうね。プロデューサーと筋トレプロデューサー。マッチョのプロデューサー。その2つがあるから。そう。ちなみにメンバー同士の相性とか。相性そう見てきたんですよ。気になる。気になるね。なんかね、2つに大きくグループが分かれてる。あんま感じたことない。みんなずっと一緒にいるから。そう実は。太一さん、こうしんさん、けんさん、あゆたさん。この4人。ここなんだ。あ、そこ。2対4よ、負ける。そうそう。確かに最近なんかちょっとね。おい。ちょっと。ないだろ。ないだろ。そんな深刻な感じ出すな。この4人はまあ言ったら占い的にはね、前世からつながりがあった。何それ。めっちゃいいやん。やば。前世やばい。前世かっこよ。前世。もしかして。なんかいわゆるソウルメイトな感じで、例えば相手にね、なんかこう嫌なところがあってもなんとなく許せちゃったりとか、なんか憎めないというかね、最終的にはなんか許しちゃうみたいな、そういう不思議な力がある。まあ言ったらすごく運命的なね。うわ。電撃的衝撃中以外。そうだからこの4人だとあんまり何か言わなくてもなんとなく理解し合えたりとかするから楽は楽なんですよ。ただこの4人だけだと成長がなくなっちゃうんですよね。なるほど。ここで来ました僕たち。チームのスパイスが。スパイスが2人っていう感じ。そういうこと。改革していくというかね。だから全然違う考え方をねポンと2人が出してきたりとか。確かにそうかもしれない。すごい。この2人がいることによって成長もするし、こうよりグループがねいろんな知識が出てきたりとか経験が積めるようになるっていう。なるほど。すごい。前世ソウルメイトだったの。すごいね。してたんやろな。前世だよね。2人は本当にベストパートナーで、そう。ベストパートナー。そう、一緒に成長していける人。ビジネスパートナーでもうまくいくし、恋人同士でもうまくいくし。実はさっきから手つないでます。今繋いだろ。今繋いでただろ。この4人と2人っていうのが面白い組み合わせですね。3歳やと思ってたの。確かにね。24なんやな。すごい。わあ、すごいありがとうございます。ということで今回は僕たちの2025年を占っていきましたが、皆さんどうでしたか？これ毎年やりましょう。いや、お願いします。本当に毎年やりましょう。めちゃくちゃ信じちゃって。いや、これでさ、これでランキング毎回そう変わるかもしれんしね。今年こそはって。確かに。最初ね、ナルト有田信じてなかったけど。今どう？信じちゃうよね。これはだって当てられるんだもん全部。性格とかも的確に。そうだよ。またやりましょう。絶対。やりたいです。2025年はとにかくそれぞれが変化して2026年でボン。それこそ2026年めっちゃ気になるよね。確かに。そうね。1年やってみて、テストも変わるかもしれないです。そうね。いや楽しみですね。はい。大木さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うわすごい。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。12月9日、谷口。今日は2025年の DX 運勢ランキングをした谷口は6位でした。まあ人生まだまだいろいろあるっしょ。DX ティーン2025年も頑張るぞ。しゃっ。